おはようございます。私からですね、いくつかまずご報告をいたします。まず本日公表の雇用統計についてでありますけれども、7月ですね、令和3年7月有効求人倍率、1.15 倍ということで、前月よりですね、0.02ポイント上昇いたしております。総務省から公表されましたですね、7月の完全失業率でありますが、これも 0.1 ポイント低下して 2.8% というようなご報告がありました。両党改善しております。ただですね、求人自体はやっぱり弱含み、もちろん求職者もですね、コロナ等々の影響で、下がっているということがございますので、有効求人倍率等々、完全失業率もそうなんでしょうけれども、改善しているように見えますが、雇用自体は非常に厳しい状況だというふうに思います。特に、飲食店などを中心に、非常にですね、パート等々で働いている方々には厳しい状況が引き続き続いておるというふうに思っております。有効求人倍率が1倍を下回る地域が、あるということもございます。そういう意味ではですね、新型コロナウイルス感染症の影響というものをしっかりとこれからもですね、我々対応して、雇用等々を守っていかなければならないというふうに思っております。続きまして、武田モデルナ製ワクチンの異物混入の件でございますけれども、沖縄県の事例についてでありますが、これ、先週、針を刺すときのいわゆるそのコアリング等による異物が混入をした可能性が高いということであります。どういうことかというと、針をですね、ゴムのところに刺すときに、まっすぐ刺すと、そのまま下の方に入るんですけれども、針って斜めに削られてますので、斜めに入れちゃいますと、その角がですね、要はゴムに当ててゴムをそのまま落としちゃうというようなことがあり得るということでございまして、その可能性が高いということ、それからですね、群馬県の事例については、製造工程でごく稀にこういうことが発生をするという、そのゴム栓由来の破片の混入と考えられるということであります。いずれにいたしましてもですね、安全性等には問題ないという報告を受けております。ちなみにですね、こういう製造工程等々においてですね、異物混入、ゴム片なんか入るというのはですね、これは新型コロナワクチンだけではなくって、一般的にさまざまなワクチンの製造工程でこういうことはたまに見られるということでございますので、特別新型コロナワクチンに限った話ではないということでありますけれども、我々としてはですね、しっかりと情報収集していって、しっかりと皆様方にですね、状況はお伝えしていかなければならないというふうに思っております。続きまして、ワクチン3回目、接種に関してでありますが、いろいろと報道がなされております。我々もいろんな報道があるということは承知いたしておりますけれども、現時点で何ら決まったということではございません。3回目接種につきましては、さまざまなですね、諸外国の方針、見解が示されておりますけれども、我が国でもその必要性や実施時期についてはですね、科学的知見をもとに今後、厚生科学審議会のですね、予防接種ワクチン分科会、ここでですね、議論を経た上で適切に判断をするということでございますので、10月から11月のできる限り早い時期にですね、まずは希望する方々、2回目接種、これをしっかりとやるということを、まずは進めていくということで、3回目に関しては、しっかりと科学的にご議論をいただいた上で、最終的な方針を決定してまいりたいというふうに思っております。続きまして、HPV ワクチンについてでございます。昨日、自民党の議連からですね、HPV ワクチンに関する要望を受け取らせていただきました。これ2回目でございますが、平成25年 HPV ワクチンの定期接種化、積極的勧奨、これを決定したわけでありますが、ちょうど私、その時大臣をやっておりまして、いろんな状況の下でですね、
積極勧奨差し控えということを決定いたしました。これは専門家の方々、審議会でご評価をいただいた上で、そのような形にしたわけであります。そういう意味では、私自身が、今2回目の大臣やっておりますけれども、これの接種をどうするか、積極勧奨をどうするかというのは、私に与えられた大きな宿題であったというふうに思っております。できるだけ早くですね、これ、今は差し控えているわけでありますけれども、どうするのかということをですね、判断をしていかなければならないというふうに思っております。世界中で、やはり子宮頸がんワクチンが接種されですね、WHO からも日本に対してですね、今のような状況に対してはいろんなご意見もいただいているわけでございます。やはり、一定年数経ってまいりますと、その後の子宮頸がんのですね、状況に大きな影響も与えられるというような、そういうような、いろんな科学的な評価もいただいているわけでありまして、そういう意味ではですね、これに関しても、これ今、新型コロナの対応ということで、実は予防接種部会もですね、ワクチンの問題、副反応の問題等々いろんな形で、本来は2ヶ月に一遍というようなお話だったんですけれども、2週間に1回、場合によっては毎週対応いただいておりますので、こことのいろんな日程的な調整もございますので、新型コロナの状況が、ある程度、段落がついた月という話にはなってくるんだと思いますが、審議会の方で、ご評価、ご議論をいただかなければならないというふうに思っておりますので、その準備は進めていかなければならないというふうに思っております。いずれにいたしましても、いつまでもですね、今のような状況でいいというわけではございませんので、しっかりとこの積極勧奨に向かって、ご評価いただけるのかどうかということを専門家の方々にですね、しっかりご議論、ご審議をいただく、こういうことが必要になってこようというふうに思っておりますので、そのようなことを昨日は議員連盟の皆様方にもですね、お答えをさせていただきました。私もしっかりそのような意識を持ってですね、これからもこの問題には取り組んでまいりたいというふうに思っております。私からは以上です。